ちは、メイです。ついに始まりましたシトロン島シーズン2。島のテーマは水路のある町です。今回はどんな風に水を流すのか気になる方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。前回に引き続き水の舞デザインが大好きになってしまったメイさんです。新シーズンの最初はもちろんエントランス。シトロン島のエントランスからはギリギリ見えないくらいの位置に案内所が右奥に見えますね。シトロン島の地形は南河口2つに細長岬、エントランスから横7マス、縦18マスのところに案内所があります。更地になっていないところもありますが通常運転ですね。今回も元気よく島クリエイトをしていきます。最初に木の舞デザインを敷いていきます。おや、これはオランジ島と同じですねと編集しながら気がつきました。横に水路の舞デザインを敷いていきます。オランジ島の時に作った海の舞デザインを街にも馴染むように作った舞デザインです。草の舞デザインはお借りしています。水路をどうせ描くならオランジ島の海と互換性があった方が便利よねと思ってオランジ島の海を引っ張ってきました。同じ海水を使っています。水路がテーマなのでボートもあった方が雰囲気出るよねということでボートも描いています。猫サイズなのでそれ以上の体をお持ちの方は危ない仕様となっています。もちろん私は乗れません。新しい道路は前に描いた雑草の入る道路を細かく整えたものです。街に馴染むようにまっすぐ、白線も細めにしてスタイリッシュを目指し、色やサイドを控えることで何でも馴染みやすい道路にしました。何でもかんでも草を生やすことをなりわいにしているので、もちろん今回も草付きの道路です。草を生やすのはやめられませんね。ずっと水の舞デザインにハマっているのですが、昔に比べてかなりうまく描けるようになってきました。昔のはこんな感じ。自分で言うのもあれですが、描き続けるうちにうまくなっていくものなんですね。この木も自作の舞デザインです。サイドも明るさも抑えめにして何でも馴染むように。今回セットで描いたレンガの舞デザインもグレーが基調なので結構シックな感じになりがちです。なので道路の間に草を挟みます。ボートは縦向きのものも描きました。ロールがあるので座るには不便ですね。こんな感じに敷けました。今回は草地にぬいぐるみを召喚します。ぬいぐるみとはパッチのことですね。ここから2段目を作っていきます。マイデザインに沿って崖を作っていきます。実はシトロン島で段差を作るのは初めてですね。案内所まで18マスあるので思い切って崖を作って案内所まで遠回りさせる作戦ですね。案内所前は少し試してみたいことがあるので今回はかなり計画的な崖作りに及んでいます。マップの一区画縦横16マスだという有益な情報を仕入れたのでかなりはかどりましたね。4年間も知らずに島作りをしていました。ちなみに崖上には自宅を設置する予定です。飛行場から近ければ近いほどいいという極論の持ち主です。そして今回は初めてご近所さんも来るので暮らし始めるのが楽しみですね。いつも飛行場の近くの土地を占領していたので土地を分け与えるのは初めての経験です。中央を囲うように崖ができました。シトロン島初の階段を設置していきます。ぬいぐるみがやってきました。パッチの家周りのマイデザインを拡張していきます。今回の島全体のモデルはオランダのヒートホールンです。水路がメインで使われている村でおとぎ話のような綺麗な場所なのだそう。もちろん行ったこともなければ行けないので Google ストリートビューで練り歩きました。マイスイートホームを引っ越しさせます。引っ越し完了です。2段目にマイデザインを貼っていきます。海外の家は芝生があることが多いイメージなので家の周りは草を生やしていきます。端はウッドデッキ風にして崖ギリギリを楽しみます。斜めのところは道路とレンガのセットのマイデザインです。
斜めにしなくても粘土の角を使えばマイデザインの数を少なく節約もできます。ちなみにこのドールは以前に描いた雑草の生えるドールの白線がついていないものと互換性はあったりなかったりします。組み合わせ次第なので何とも言えませんね。足りなかった崖を拡張していきます。見つめられて緊張しますね。続きのマイデザインを敷いていきます。今回は白線がかなり細めプラス割と端にあるということで、道路幅3マスでもあまり違和感がないような気がします。自宅の周りはこんな感じで敷けました。右奥は後で制圧していきます。その前に滝を作って水部分を付け足します。滝の流れに逆らいながらボートを漕ぐだけのスペースになりました。滝修行ですね。そろそろ飾り付けます。草と水の間が不自然なので石壁で隠していきます。今回は町にしたいので西部の町並みで崖を隠していきます。水の境目は丸太の杭で隠します。これは滝修行の記録表ですね。記録保持者の名前が書いてあります。いつでもタンパク質摂取できるようにデコイを置いて、いつでもキノコを食べられるようにしておきます。こちらは滝修行順番待ち用のベンチですね。ボートのポスターも自作のマイデザインです。1段目の飾り付けが大体終わったので2段目に行きます。自宅周りは毎回おなじみで豪華にしていきたい気持ちです。ウッドデッキは家から出られるような感じをイメージしています。実際に横から外に出ようとしたら壁をぶち破るしかないんですけどね。家とマイデザインの隙間を埋めるために家具を置いて隠します。今回初めて階段を設置したのですが、住民たちからは生活の質が上がるとの声をいただいております。今までなくてごめんねという気持ちです。自宅の右側を作っていきます。道路をしっかりと拡張していきます。道路の端にレンガを敷くことで道路に少しだけ立体感が出るようにしています。最近マイデザインを描くときはしっかりと影をつけることにハマっています。そしてじわっとぼかす感じですね。想像となんか違った場所は撤去。広葉樹エルを植えていきます。今回の島は広葉樹多めになるかななんて思っています。前のシーズンは 95% 針葉樹だったのでストックはほぼありません。更地にするときみんな木は処分しちゃっているのかなと毎回悩みますね。今シーズンもお世話になります麦畑。便利なアイテムですね。街っぽくなるよう軽自動車を置いていきます。2段目の完成です。残りの2段目は次の動画で上げていく予定です。最後に写真に写ってしまう更地部分も仕上げていきます。水路は角パーツも作ったので曲がらせることもできます。これからどんな風に曲がりくねらしていこうか楽しみですね。ボートに傘を置くと可愛いなと思ったのですが、もう少しボートに修正が必要ですね。これでエントランスの完成です。水路のあるエントランスはいかがだったでしょうか。マイデザインの公開は調整が終わり次第となります。どんな島になっていくのか楽しみな方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録はまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。Just as surprised as you.